皆様こんにちは。シトラスハンドメイドのサラです。お久しぶりです。皆様お元気でしょうか。ちょっとね動画空いてしまいました。すいません。なんかね長い夏休みみたいになってしまいましたね。そんな中もね待っていてくださった皆様、動画を見てねグッドボタンや温かいコメントをくださった皆様、チャンネル登録もねしてくださった方も本当にありがとうございます。ちょっと時間が空いちゃったのでねチャンネルもちっちゃくなっちゃうかななんて思ったんですけれどもね、本当皆様に感謝です。はい、で今回はですねこちらのリボンの実さんが編んでいきたいと思います。はい、可愛いですよね。ちょっと私ねさっき気づいたらねここだけ一目間違えちゃってるんですけれども、はい、このバッテンもねこう平面のバッテンとちょっとこう立体っぽいバッテンと2種類説明してますのでね可愛いので是非編んでみてくださいね。で今回は何段目とかいう感じではなくちょっとこういつもとは違う編み方なので難しく感じる方もいるかもしれないんですけれども、でも動画はいつもここにありますのでねちょっと時間が経ったら編めるようになるっていうこといっぱいあるので、はい、皆様のタイミングでね是非編んでみてください。でこの後糸の長さを説明していくんですけれども、その説明した長さでミサンガを編むと、こんな感じですね。この頭をゼロにしてだいたい15センチぐらいが柄で、こんな感じ、全体は29センチぐらいのミサンガができるかなという感じですね。はい、参考にしてみてくださいね。はい、それではまず糸の準備ですね。私は今回こんな感じで用意してみました。まずですね、茶色い糸がブラウンの糸が200センチ2本で、グリーンの糸が180センチを1本、これは160センチプラス頭の輪っかの部分ですね、これが20センチプラスされたので180センチという感じです。でピンクの糸が140センチ2本、この5本を折りたたんで編んでいきます。で折りたたみ方はまずこの茶色い糸とピンクの糸は普通に半分にして頭のトップの部分を合わせていきます。ちょっと図にするとこんな感じなんですけれども、茶色い糸100センチ100センチになりますね。でピンクの糸は70、70になります。でグリーンの糸だけは左が80センチのところで折りたたんで右に100センチこう折りる感じで20センチここね長くなるので、この20センチで頭の輪っかの部分を編んでいきたいと思います。なのでこの中心のちょっと左から編んでいきます。こんな感じになるんですけれども、この輪っかの編み方は別動画で詳しく説明していますので、もしよかったらそちらの動画も参考にしてみてください。それでは編んでいきます。この輪っかの部分、頭の部分が出来上がったところからスタートしていきます。で編み方なんですけれども、私はこんな感じでね4ともしくは逆4とこんな感じで説明するんですけれども、4の場合は右の糸をまっすぐにして左の糸で4の形を作って下から出していきます。で逆4の場合はその逆で左の糸をまっすぐにして右の糸で逆の4の形を作って下から出していきます。この2種類の編み方でね編んでいきたいと思います。で今回ちょっとね何段目とかいう編み方をしないのでこう横にちょっと図を置きながら編んでいくんですけれども、まず最初はねここに入る前に頭の部分少し整えていきますね。まずはこの左の方から茶色い糸を1本出して残りを4本まとめて編んでいきます。この茶色い糸で4本まとめて逆4で1回
4を1回編みます。編んだら編んだ糸は右へ。で次はピンクの糸を出して残りの3本をまとめて同じく逆4を1回で4を1回編みます。次もピンクです。ピンクの糸を出して残りの2本まとめて逆4、1回4を1回編みます。で次は茶色い糸でこの残りのグリーンを逆4、1回4を1回編みます。はい、そしたら左側はお休みで今度右側同じく編んでいきます。順番同じです。まず、右のこの塊から茶色い糸を1本出して右側はまず4を1回編みます。で逆4、1回編んでいきます。編んだら左へ。で次はピンクですね。ピンクの糸を1本出してこの残りの3本をまとめて4を1回逆4、1回編みます。編んだら左へ。次もピンクです。ピンクの糸を出して残りの2本まとめて4を1回逆4、1回編みます。で最後茶色の糸で4を1回逆4、1回編みます。はい、そしたらここからですね、この図の通りに編んでいきたいと思います。まずはこの一番上の段ですね。ここをハの字にこう編んでいきます。はい、茶色い糸でこの真ん中に来ている糸同士ね、この輪っかをつなげていきます。4って書いてあるところなんですけれども、これは4を2回編むということですね。なのでこの2本で4を1回2回、ちょっとここ離れているのでね、1回目をこうちょっと押さえながらゆっくり編んでいきます。はい、そしたら、左側から編んでいきますね。順番に逆4、逆4、逆4、逆4なのでこれ2回ずつ編んでいきます。この茶色い糸と隣のピンクで逆4を1回2回、隣のピンクの糸にも逆4を2回1、2で隣は茶色ですね。茶色い糸に逆4を2回1、2、隣一番最後グリーンですね。グリーンの糸へ逆4を2回編んでいきます。で続いて右側も同じくですね。右側はずっと4、4、4、4なので4を2回ずつ編んでいきます。まずこのピンクの糸へ4を1、2、隣のピンクの糸にも4を2回1、2、隣は茶色の糸です
ね。4を2回。1、2、最後緑の糸へ4を2回。1、2。続いてこの部分を編んでいきます。今ここを編んだんですけれども、続いてはここです。4を2回編んで逆4でここまで。右側は4ですね、ずっと。はい、ピンクの真ん中に来ている糸同士でまずは4を2回編みます。4を1回2回で、左側は逆4で1回2回、隣も逆4で1、2、隣もグリーンの糸ですね。ここに逆4で1、2で、右側はピンクの糸同士で4を2回ですね。4で1、2、隣にも4で1、2、隣、このグリーンの糸も4で1、2、続いてこの部分を編んでいきます。4を2回編んでトントン、右側も1、2、ここまでですね。はい、まず真ん中のピンクの糸、この2本で4を2回、1、2で、左側はここですね。これは茶色の糸が出てきます。茶色い糸で4を2回、1、2で、このピンクの糸と隣のグリーンの糸でここは逆4、2回でピンクを出していきます。1、2で、右側同じくですね。右側ミラーになりますね。まずこのピンクの糸と茶色い糸で逆4、2回、1、2、茶色い糸が出てきます。で、このピンクの糸と隣のグリーンの糸で4を2回、1、2、はい。で、次はここの3つを編みます。茶色い1、2、3箇所ですね。まずはこの真ん中、茶色い糸中心のこの2本で4を2回編みます。1、2で、左はグリーンの糸と茶色い糸で逆4、2回、1、2、右側はこの茶色い糸と隣のグリーンの糸で4を2回、1、2、はい、
そしたら中心にねグリーンの糸が来ました。ここを編みます。はい、真ん中に来たグリーン同士で4を2回、1、2、はい、そうしたら次はこの V の形に編んでいきます。ここですね。こう編んでいきます。じゃあまず左側から編んでいきます。左側ずっと4で降りていきます。4を2回ずつ編んでいきます。まずこの一番左の糸と隣のピンクで4を2回、1、2、隣のピンクへも4を2回、1、2、隣は茶色い糸ですね。4を2回、1、2でグリーンの糸へ4を2回、1、2で右側も同じく一番右の糸、右側ずっと逆4できますので、ピンクの糸へ逆4を2回、1、2、隣も逆4で1、2、隣も逆4で1、2、隣グリーンの糸ですね。ここも逆4で1、2で真ん中に来た茶色い糸同士で4を2回編みます。1、2、次はここですね。しばらく V が続きます。ここをこう編んでいきます。はい、色がこう順番に飛び飛びになる感じですね。まずは最初左のこのピンク2本で4を2回編みます。4で1、2、次はここですね。逆4なので隣の茶色い色が出ます。ピンクと茶色い糸で逆4、2回、1、2で次はこのピンクの糸と隣のグリーンの糸で4を2回、ピンクの色が出ます。1、2で続いてこのピンクと隣の茶色い糸で逆4、2回、1、2そしたら右側も右のこの2本ピンクの糸ですね。右側はまず逆4、2回編みます。1、2でこのピンクと隣の茶色でここは4を2回、4で1、2茶色い糸が出ます。で次がピンクと隣のグリーンの色で逆4、2回でピンクの色が出ます。1、2で次が、茶色い糸ですね。ここは4を2回、1、2で真ん中にこのピンクの糸が来たのでここで4を2回編みます。1、2
次も V で編んでいきます。ここの部分を編んでいきます。こう編んでいきますね。まず左側から左の2本、ここからですね、ピンクと茶色い糸で逆4、2回編んでいきます。1、2、茶色い色が出ていきますね。でここからですね、ずっと4を2回ずつで降りていきます。ピンクの糸と隣のグリーンの糸で4を2回、1、2、隣の糸にも4を2回、1、2で隣のピンクの糸にも4を2回、1、2、そしたら右側も同じく右の2本、茶色とピンクの糸でここは4を2回、1、2でここから逆4、2回ずつで降りていきます。ピンクとグリーンで逆4、2回、1、2、隣の糸にも逆4、2回、1、2で隣の糸にも逆4、2回、1、2で真ん中に来たこのピンクの糸同士で4を2回編みます。1、2、で次もこの V の字で編んでいきます。ここですね、ずっと茶色い色が出てきます。まず左側からこの一番左の糸で4を2回ずつで降りていきます。4を1、2、隣の糸にも4を2回、1、2、隣も4を2回、1、2、隣も4を2回、1、2で右側は逆4、2回ずつですね。一番右のこの茶色い糸で隣の糸へ逆4、2回、1、2で隣の糸へ逆4、2回、1、2隣も逆4、2回、1、2隣も逆4、2回、1、2で最後この真ん中に来た茶色の糸同士で4を2回編みます。1、2はい、続いてですね、このバッテンの部分、はい、クロスの部分を編んでいきます。でこのミサンガでいうとこの部分ですね、 X、 はい、これが通常の X で、この隣はちょっと立体にしました。これが前に出ててこっちが後ろに下がってるみたいな、わかりますかね。ちょっと違うんですよね。はい、これが通常の X、 これが立体的な X みたいな感じでね、私は順番に編んでみたんですけれども、もしこの立体の方がいいわっていう場合はここから動画をジャンプしてください。はい、この後にこの
少しだけねアレンジがあるのでそこを載せときます。ここまでは両方とも編み方同じなので、ここからはねこういう風に順番にお好みで編んでいくのもいいですし、全部立体でもいいですし、全部ここからねこの平面の普通の X を入れていってもいいかと思います。はい、お好みで編んでみてくださいね。ひとまずここからはこの通常の X 編んでいきます。まずですね、ここはこう、通常の場合はここまた V ですね。ここを編んでいきます。このグリーンの糸でまずは左から4を2回ずつで降りていきます。4で1、2、隣にも4で1、2、隣にも4で1、2、隣にも4で1、2、右側は逆4ですね。逆4で1、2、隣も逆4で1、2、隣も逆4で1、2、隣も逆4で1、2で真ん中に来たこのグリーンの糸同士で4を2回編みます。1、2、次はこの左側のここを編んでいきます。この三角の部分ですね。まずはこう4で1、2、3箇所降りていきます。一番左の糸で4を2回、1、2、隣にも4で2回、1、2、隣にも4で2回、1、2、そしたらこのピンクの一つのところですね、ここは4を2回、左の2本で4を1、2、はい、そしたらあとここ2箇所ですね、1、2、逆4で、左から3番目の糸ですね、ここで隣のピンクへ逆4を2回、1、2、一番左のピンクにも逆4、2回、1、2、はい、そしたら右側も同じく右のこの三角の部分編んでいきます。まずはこの3箇所ですね。一番右の糸、茶色い糸で隣のピンクへ逆4、2回、1、2、隣にも逆4、2回、1、2、で隣の茶色にも逆4、2回、1、2、そしたらこのピンクの1箇所、ここですね、右2本のピンクで逆4、2回、1、2、で最後この4、4の2箇所です
ですね。右から3番目の糸で茶色い糸で隣のピンクへ4を2回、1、2、隣のピンクへも4を2回、1、2、はい、そしたら最後ですね、ここ、はい、このグリーンで降りてきます。このグリーンの糸で左側から編んでいきますね。左逆4、2回ずつで降りていきます。隣の茶色い糸へ逆4、2回、隣のピンクへも逆4、2回、1、2、隣も逆4、2回、1、2、隣、最後一番左の茶色へ逆4、2回、右側も同じく右側4を2回ずつですね。グリーンの糸で隣の茶色へ4を2回、1、2、隣のピンクへ4を2回、1、2、隣にも4を2回、1、2、最後4を2回、1、2、はい、ここまで来たらまた最初に戻ります。で、最初に戻る時にこの糸の並び順、私の場合はこの真ん中に茶色が2本来てて、ピンクピンク茶色グリーン、右もピンクピンク茶色グリーン、この並び順になっているかなっていうのを確認してから、また最初のここから編んでいきます。はい、でしばらくこれを繰り返して最後ですね、ここでストップするのがいいかなと思います。最初この茶色で始まっているので、最後この茶色で終わるのが綺麗に柄が入ると思うので、ここでストップして茶色のこの V が編めたところから最後まとめていきたいと思います。はい、しばらくなのでこの繰り返して編んでいきます。ここから立体バージョンの X バッテンを編んでいきたいと思います。はい、ここまでは編み方同じです。これは普通の X ですね。立体バージョンは、この図で言うとこことここが編み方変わっていきます。4というところ、これを逆4にするんですね。ここも逆4になります。まずは、ここを V のような感じで編んでいくんですけれども、左から編んでいきますね。ここだけ編み方変えます。なので最初の3つは普通に4を2回ずつで折りていきます。一番左のグリーンの糸で4を2回、1、2、隣も4を2回、1、2、隣も4を2回、1、2で、ここで本来ならこっちの編み方だったらここ4なんですけれども、ここを逆4、2回にします。茶色い糸が出てきます。逆4で1、2で、右側は普通にこの図の通り逆4で折りていきます。一番右のグリーンの糸で逆4を2回、1、2、隣の糸にも逆4で1、2、
隣の糸にも逆4で1、2、隣の糸にも逆4で1、2、はい、そして真ん中に来たグリーンの糸同士で4を2回編みます。1、2、そしたらこの左側の三角を埋めていきます。まずは1、2、3個ですね。この茶色い糸で一番左の茶色い糸で4を2回ずつ編んでいきます。隣へまず4を2回、1、2、隣にも4を2回、1、2、隣も4を2回、1、2、そしたらこのピンクの部分ですね。これ一つ4を2回編みます。一番左の2本で4を1、2で、こことここですね。逆4を2回ずつ、左から3番目の茶色い糸でピンクの糸へ逆4を2回、1、2、一番左のピンクの糸へ逆4を2回、1、2で、続いてこの右側の三角の方も編んでいきます。まずは1、2、3箇所ですね。一番右の茶色い糸で逆4を2回、1、2、隣のピンクへも逆4、2回、1、2、隣も逆4、2回、そしたらここですね、ピンクのところ右の2本の糸で逆4、2回、1、2、はい、そしたらこの2箇所4を2回ずつですね。右から3番目の糸で右のピンクの糸へ4を2回、1、2、一番右のピンクの糸へ4を2回、1、2、そしたら、最後こうハの字に緑で編むんですけれども、ここだけまた変わります。はい、この4を逆4にします。まずは普通にこっちに降りていきます。逆4でこのグリーンの糸で左側逆4で降りていきます。隣の茶色い糸へ逆4、2回、1、2、隣のピンクも逆4、2回、1、2、隣も逆4、2回、1、2、最後茶色い糸へ逆4、2回、1、2で、右側がここですね、4、2回のところをこのグリーンの糸と茶色い糸でここを逆4、2回にします。逆4で1、2、茶色い色が出ます。で、この後は
通常通り4を2回ずつで降りていきます。グリーンの糸で隣へ4を1、2、隣も4で1、2、隣も4で1、2、はい、これで立体的な X 編めました。でここまで来たら、この色の順番、糸の色の順番を確認して真ん中に茶色が来ています。でピンクピンク茶色グリーン、こっちもピンクピンク茶色グリーン、この色の順番ですね。糸が並んでるか確認したらまた最初に戻っていきます。ここから編んでいきます。はい、でしばらくこの編み方で繰り返して最後、この段でストップしてこの下をまとめていきます。はい、なのでこのねバッテンどっちバージョンでもねお好みでここは編んであげて、しばらくこの編み方でぐるぐるずっと編んでいきます。はい、しばらく編んできたのでここからまとめていきたいと思います。この図で言うとこう編んできて繰り返し編んできてここでストップしています。はい、茶色の糸ですね。ここからまとめていきます。まず左側からね、左の2本を取ってこの茶色い糸で逆4を1回4を1回編みます。で2本まとめてその隣のピンクで逆4を1回4を1回でこの3本をまとめて隣のピンクの糸で逆4を1回4を1回でまとめて隣の茶色の糸で4本まとめて逆4、1回4を1回編みます。はい、そしたら右側も同じく編んでいきます。右のこの2本ですね。ここは4を1回逆4、1回でこの2本をまとめて隣のピンクで4を1回逆4、1回で3本まとめて隣のピンクで4を1回逆4、1回編みます。で4本まとめて最後この茶色い糸で4を1回逆4、1回で編んだらこの真ん中に来た茶色い糸同士で4を2回編みます。1、2、はい、そしたらこの左右お好みで3つ編みや4つ編みで編んでみてください。完成しました。私はここ3つ編みで仕上げました。でバッテンのところはね平面立体平面立体みたいにこう順番に編んでみました。皆様編めたでしょうか？もし編めた方はグッドボタン残していただけるととても嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。